いつまで残るのかな。ここもまだ立ってはいますが、やっぱ有名なんだ。ボタンが京丸のボタンっていう、こうしてまた一つの集落がなくなるんですね、この国から。静岡県の遠州地方には遠州七不思議という興味深い伝承が存在しており、その中でも京丸ボタンの伝承はひときわ異彩を放ち、今なお多くの人の間で語り継がれています。静岡県浜松市天竜区春野町には石切、小俣、京丸という3つの集落が存在します。これらは静岡県内でも有数の僻地集落であり、石切を除く2つの集落はすでに廃村となっています。そしてこの3つの集落は京丸ボタンの伝承に深く関係しており、実際に伝承について言及した文書にもたびたびその名を見ることができます。今回私たちはこれら3つの集落を実際に巡りながら京丸ボタンの伝承について調査しました。はい、こんにちは。ヒストリカの岡安です。今回は静岡県ね、静岡県浜松市の、石切集落。ここはまだ人が住んでるのか。そうですね、僕がいつものようにネットでいろいろ調べてたら、ありがとうございます。なんか新聞記事を見つけたんですよ。静岡新聞だったかな。だからどうやらもう間もなくここから人がいなくなると、今ここに高齢の方が住んでて、もう今年中にもうその方たちも皆さん移住されてしまうので、それをもって廃村になるみたいな。ちょっと廃村になる前に、住民の方のお話とか聞けたら聞かせていただきたいなと思い、今日来てみました。そうですね、なんかもう本当に今年でなくなっちゃうっていうことなんで、亡くなる前にぜひお話とか、なんか今の様子とかをお伝えできればなと思って来てみましたが、首都圏への一極集中が加速していく時代の中で、全国各地で一つまた一つと僻地と呼ばれる場所から人々の営みが失われつつあります。浜松市天竜区春野町石切、京丸川と小俣川が交わる場所に位置するこの集落は、1950年代には200人以上の住人が暮らしていましたが、間もなく最後の住人が移住し、消滅集落となります。そしてこの場所は京丸ボタンの伝承に関する集落の中で唯一現存している場所でもあります。私たちは今この瞬間にも限界から消滅へと移り変わろうとしている石切集落に訪れました。で、最初に目についたのはこちらですね。これは小学校ですね。当然今はもう廃校になってしまってるんですけど、この石切の方々が通ってて、でもなんか珍しいですね。しっかり建物がまだ残った状態っていうのは。研修会、宴会、バンド、なんだろうね、これ旅の宿。旅の宿、今こういう風な使われ方してるのかな。多分廃校になった後に再利用、なんか再利用で旅館として使われてたけど、もうそれも今はおそらくないんでしょうね。石切バンガローって書いてあるんで、なんか登山口があるんで、この辺いくつか、多分登山客とかだとは思うんですけど、ここにも石切バンガローって書いてあるわ。カラオケ宴会、つかみ取り、魚取れるのかな。なんかいろいろやってたんかな、そういう観光っぽいことも、みたいな。イチョウの木、村の方に親しまれてた木だということですね、このイチョウの木は。樹齢500年。すごいな、500年か。俺より年上だ。いや、当たり前で今回の動画ではないんですけど、今日この後京丸、あと小俣っていう集落が廃村なんですけど、そこは興味深い伝説の残る地がまたあって、そこも行くんですけど、伝説のね、そこから割と近い集落なんで、この石切はなんかそういう話とかもちょっと聞けたらなと思いながら、でもこの辺の家とかはさ、最近まで住んでたって言われても分かるよね。確かに居住ありそうだよね。
でも留守だよねきっと。そう、奥の家の人が戻ってきてるかもみたいな話はあったから、一番奥の家を探すか。これはなんだ。なんかコントローラー。ドローンのここで飛ばしたの。わかんないけど、こことか畑だったよねきっと。田んぼか、このスペース。作物の生育を見るためにドローンでこう。めちゃくちゃ革新的な農業をやってるんだ。アグリテック。どういう感じになってんだろう。あ、上の家についてた。上は畑とかかこれ。家がある感じはしないな。やっぱ下かな。下なんかな。あ、桁なんですね。ああ、なるほど。犬の運動にね。お散歩してるんですね。犬の運動のためにここまで来られてる。こういう道路でもね、車通らんもんで。はい。ああ、確かに確かに。だんだんここ間もなくちょっと住む人がいなくなっちゃうっていう。そうだね。お子さんも今年の秋に袋行っちゃうっていうでね。あ、結構じゃあやっぱり人がもうどんどん移住されちゃって。今年になって急に2人出ちゃったんでね。3人いたけど。石切りですよね。そうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。お話聞かせていただいて、はい、失礼します。可愛い。頑張れー。なんか加えてるわ。30軒住んでたじゃんね。30軒ぐらいあったじゃんね。30軒のようあったっていうもんで、40軒近くあったね。 40軒あって結構人数もいたもんね。あ、本当にじゃあ結構規模大きかったんですね。子供の頃までは結構人数いたんですよ。はいはい。それからどんどんね。ああ、なるほど。なんか今はそんなにこうお家とか残ってないですけど、離れたところに点々とあったようなイメージなんですか。あ、そうですそうです。ここから見ても見えないようなとこに。ああ、点々と。ああ、なるほどなるほど。地域のね。ああ、そう。最後の一軒だから。あ、もうここが本当に最後の。最後の一人。あ、一人暮らしだから。生まれもこちらです。お母さんは。母は山2つ3つ越えた向こう集落。それから嫁いでこられて。ああ、そうなんですね。それもお嫁入りも歩いてきたじゃんね。あ、そうなんですね。へえ。元は浜松の繊維会社に就職し勤務していたという T さん。1953年頃に縁談を通して石切りに嫁いでこられ、それからというもの70年近くにわたり石切りでの生活を続けてきました。この先も石切りでの生活を望みながらも、山深い集落で高齢者がたった一人で暮らしていくことは困難であり、現在は町と行き来しながらなんとか集落での暮らしを継続しています。どういう生活をしてたかだもんね。畑やってただけで、ほんで杉苗植えとか。はい。あ、杉の苗を。みんなでね。ああ。いつも畑はないもんね。山の仕事がある時は山行って。そうだね。手伝いみたいにね。おじいちゃんとお母さんがね。あ、じゃあ基本的に男の人はもう林業。まあ林業か炭焼きもやってたし。ああ、炭焼きですね。山を持ってる人はその山で昔はね。生活してたし、山切って出してね。まあ林業だよね。だって魚屋さんも来たし、別にあれだよね。あ、自給自足で。肉だね、あんまり食べたことなかったの。ああ、そうなんですね。鳥おじいじが。あ、そうそう、鳥がね。首切って血抜いて。すごいですね。なので卵なんかも新鮮なの食べてたし。はい。あ、そうか、産みたてですもんね。
どこよりも新鮮な。そうそう、でも野菜とかも結構作ってたよね。ごぼう、人参、ごま、大豆、ほとんど作ってたかな。それお茶がいつってお茶の木にしちゃっただいね。あ、そこなんかすごい綺麗な、あれお茶ですね。はい。お茶の木を植えちゃったもんでね。お茶がお仕事になったってことですか？そうですね、途中からね。ああ、お茶が。で、私たち子供の頃は結構いい値段でね、取引されてたんですけど。もう結構各家お茶作ってたんですかね、じゃあ。各お家作ってたね、大体ね。そう、そしたらまた今度お茶がちょっとね、ダメになってきて。みんな年寄りになっちゃってね、できなくなるんだよね。できないし、お茶もそんな売れないしね。採算合わないし。あと椎茸もやってたね。あ、椎茸。椎茸お茶だよね。椎茸ですか？なんかその小屋とかでやるんですか？裏の山にね。山で？木をこう寝かせて。お茶にかもない椎茸の方が。よかった？やった盛んだったじゃないかね。あ、へえ。あ、そんなにじゃあ取れたんですね、椎茸も。椎茸もね、春と秋はいっぱい取れるもんね。へえ。なんか学校下の方にありますけど、あそこ通われてたんですか？あ、小学校はあそこに。あそこに通われてたんですね。で、私が最後。ああ、最後の。で、学校が統合っていうか、下の学校と一緒になっちゃったのかな。ちょうど最後の生徒さんだったんですね。へえ。何人ぐらい生徒さんいらっしゃったんですか？最後で16人ぐらいだったよね。私は26人かと思ったけど。あんたよりだってあんたが卒業してまた減ったもんね。そうだね。93だから。ああ、すごいですね。お母さんならまだ10年は大丈夫。4月まで3人いたんだよね、4月の時は。ああ、4人か。それで出て1人になっちゃった。ああ、じゃあもう本当今年に入ってもうどんどん。そう今年に入って4人が1人になったね。まだいると思ってたの。あとの3人が。そうしたらね、いなくなっちゃったね。ずーっといるよ私はっていう人が先出ちゃったもんでね。ちょっと希望が入っちゃったもんで、なるほど。施設に入所っていう感じで。まあ気が楽には楽だよね。楽だよ。誰も気がせんし。寝たけりゃ寝る、起きたけりゃ朝もゆっくりでいいしね。なんとかなるら。なんとかなるよ。2022年初頭までは3世帯4名が定住しており、集落では月に2回、皆で公民館に集まって弁当を食べながら談笑するのが楽しみだったといいます。しかし、2022年4月に1世帯が転居したことをきっかけに、残された世帯も年内の転居を決意したといいます。6月末には集落の公民館で行われる最後の選挙を終えました。選挙に訪れたのは T さんただ一人だったといいます。この隣なんかもうね。あ、お隣もあるんですね。隣あったんだ、あれ道通りだったね、そういえば。だけどあれももう山みたいになっちゃってるもんね、隣も。あ、もう崩れちゃって。ああ、なるほど。まあそうです。住む方いなくなっちゃうとなかなか来る理由もなくなっちゃいますもんね。確かにそうですね。しょうがないんだよ。草になるもんで。お母さんは一応ほらあれの走りだったもんで、厚生年金の。はい。行ったり来たりできるけど、普通の人はだって行ったり来たりできないもん。まあそうか、そうですよね。国民年金だけどね。確かにそうですね。どんな風にね、これからなるのかわかんないけどね。なるようにしかならない。そうだよ。なるようにしかなりません。いい時もあり悪い時もあるしね。いい時もあっただろ。いい時、今一番いいわ。あ、今が。そうだもんで、そういう時代を乗り越えてきたもんで、いい時代が来るだもんで。ああ、そうなんですね。いろんな趣味がある。まだこれからもなんか趣味こさ。抜け殻でね。あ、すごい。これは寿。寿。あ、すごいですね。ヘビの抜け殻でね、作るの。みんなにね、配ってね。私はいらんって言ってもらって。これヘビ怖くてしょうがない。すごい立派な。
この抜け殻をなんかどっから拾ってくるんですか？そう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 、ところ中にね、はいあるのをしまっといてね。あ、こういうのを趣味にされて。そう、ヘビ関係が好きだね。あ、ヘビがお好きなんですか？マムシも捕まえられるから。あ、そうなんですか。ね。マムシをマムシって手じゃやだよ。火ばさみでね。ああ、そうやって捕まえるんですね。火ばさみで挟んで、ほんで一升瓶にね。はいはいはい。あ、また新たに始められたんですね。新たな趣味だって。すごいですね。これ金魚だってポップコーン。これ。ああ、なるほど。これ。あ、目があって。もうおかしくなっちゃうな。なるほど。これがね、ポップコーンが好きで買って食べるために買ってこいと思ったらね。あ、こういう金魚を作るために。可愛いですね。なるほど。すごいですね。それでこれ一日中ここにいてもいろんなことできるからね。そうですね。そう、ここの方がね、自由にね、うん。また今度は新たなのを探さないといけないいね。ろいろ探す。ね、おかしくなっちゃう。元気だね。一番元気だね。でちょっともう一個お聞きしたいことがあって、なんかこの先に行くと京丸っていうまた場所があるっていうのをちょっとお伺いしたんですけど、ありがとうございます。本当にはい。貴重な。いえいえいえ。いいや本当に貴重なお話聞かせてもらいましたね。1時間くらい結局話し込んじゃったんですけど、なんかね突然お邪魔したのにね。そう、もう正真正銘の方が石切集落の最後の住民、で方ももう今年冬入る前に町の方へ移住しちゃうって言ってたんで、もう間もなく本当にここは廃村、まあ廃村といっても方はたびたび帰ってくるとは言ってましたけど、まあ事実上はそうですね、廃村に今年をもってなるっていう、まさに本当にその瞬間ってことですよね、我々が今ここにいるっていうのは。なるようにしかならんと言ってましたけど、まあなんかそれが真理なんでしょうね、結局のところは。激動の時代を生きてね、町の生活も経験した上で山でまだこうやってね、さっきお茶を作ってたって言ってましたけど、春の茶、そうまだすごい綺麗なんですよね。お母さん一人で、まあ多分2人の娘さんもお手伝いはされてるんでしょうけど、すごい綺麗に保たれてて、でもここが本当にこの集落最後の畑かもしれないですね、これも。そうかもしれない。なんか隣にも家がある。そうだね、隣もあって、ただもうそこは潰れちゃったって言ってるけど、多分これでしょうね。よく見たらこの茂みの奥に家があるんですよね。かつては当たり前のようにいた隣人も、もう家がこんな感じで、なんか本当あっという間にね、こんな感じになっちゃうっていうのは、本当ですね。もう山と一体化。なんかお母さんはあっさりね、なんかなるようにしかならんわって言ってたけど、本当のところの気持ちは僕らただの部外者なんで推し量ることはできませんが、こういうの見ちゃうとどうしてもね、なんか悲しい気持ちにはなっちゃうよね。いやでもそうですね、こうやって藪に埋もれちゃうともう分かんなくなっちゃうよね、本当に。でなんか特に解体とかもしないって話だから、きっと山の中探せば、だってこの辺とかあってもおかしくないもんね、家とか。よく見たら上にもありますね、家が。あんな感じでどんどん隠れていっちゃうんだろうね。分かんないよね、こんなん気づかないよね。ちょっと近づいてみましたが、こんな感じでね。よいしょよいしょ。すごいな。上に母屋がありますね。電気も通ってたみたいですね。あそこ引っかかってるんで、木に。まあここもかつてはお母さんのお隣さんですよね、位置的には。今じゃ想像もつかないけどさ、お母さんはね、かつての集落の姿が記憶にあるってことだもんね。そう思うとすごいよね。そうだよね。だんだん減っていく様子をこうね、覚えてるのはなんか。が公民館ですね。さっきお母さんが言ってた
ボタンの里、清流ボタン。ボタン、やっぱ有名なんだ。ボタンが京丸のボタンっていう伝説が、今年の初め頃までは集落に3人の方が住まわれてたんで、ここで週に1回お弁当食べて交流してたって言ってましたね。なんかそういう文化ももう消えていったと思うと、そうだね。しかもつい最近、なんかここに石碑がちゃんとありましたね。春野町石切小学校跡って書いてある。やっぱ記念碑もちゃんと立ってました。いつまで残るのかな。ここもまだ立ってはいますが。そうだよね。離村した後どうするかだよね、これを。でももう管理する人もね、今まで僕らってさ、もうすでに廃村になったとこを結構行ってたけど、この瞬間まさに廃村になっていくっていう場所だもんね、ここは。そうだね。こうしてこの国からまた一つ僻地の集落が人知れず消滅していきます。しかしながらこうした故郷の現状を前にしてもなお、住人たちの声は明るく、そこに悲壮感はみじんも感じられませんでした。石切最後の住人となった T さんは、今が一番いいと一寸の迷いもなく断言します。この先長い年月が過ぎようと、この場所には確かに石切という集落が存在し、そこで暮らした人の歴史があったのだということが、人々の記憶に残り続けることを切に願います。はい、ということで今回は石切集落を取材させていただきました。はい。ここはもう今年に離村が全校離村が決まったということで、人が住む集落としては最後の年、なんかこういった取材は初めてでしたね。そうですね。これまで廃村になってしまった場所、僕ら世代的にすでになくなった場所が多い時代に生きてるので、なかなかこういうねタイミングに出会える機会もなかったということで、貴重な体験でしたね。本当になんかリアルなね出来事としてこうなんか見ることができたし、こちらのその先ほどのお母さんの家、こうなんか綺麗な状態保たれてる一方で、隣のこちらの家屋はもう山に埋もれてるっていうね。諸行無常ってやつですね、本当に。でこういったね、この美しい景色もいつまで続くのか。はい、ということでこの後は京丸という集落、先ほどのお母さんのお話でも出てたんですけれども、今回の本題というか、この地はやっぱ京丸の伝説というか伝承が根付いてる土地なんで、ちょっとお母さんのお話もちょっと聞けてね、いい情報を仕入れることができたので、ちょっと次は実際に京丸の方に、こことの関連性も深いということが分かったので、頑張って登山しましょう。登山になるんですか？おそらく登山だと思います。そんな余裕っしょっていう感じでちょっと行きたいと思ってますので、こちら次回の動画かな、になると思いますので、ぜひ次回もまたこちらの動画でお会いしましょう。いいと思ったらまたグッドボタンやコメントお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。隠れ里として知られる京丸集落。その下流に位置する石切との関係はどのようなものだったのでしょうか。次回は京丸ボタンの伝承と京丸集落の現在の姿に迫ります。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。